はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。今日はねちょっと一日出かけてたので結構顔面がボロボロなんですけど、そして目がすごく眠そうなんですけどはい、すいません、ちょっとコンディション悪いんですけど、今日もお話ししていきたいと思います。今日はですね、もうね、3月も実は終わるんですよ。あっという間に。で、4月になるんですけど、4月といえば何ね、4月といえば何そう、入学の時期でございます。はい。世界的には入学の時期じゃないかもしれないんだけど、日本は、3月卒業の4月入学、4月から、新しい生活が始まるっていうのが、日本の、文化じゃないけど、日本のそういうルールがあるんですよね。はい。ということで、入学ということで、日本に4月に来て、日本語学校に入学する方もいらっしゃると思います。多分今すごく不安だと思う。出発前、もしかしたらもう日本に着いてて、入学の日を待ってる人もいると思うんですけど、楽しみと不安みたいなものがいっぱいもうぐちゃぐちゃになって緊張になってると思うんですけど。なので、私が留学した時の経験、少しアドバイスって言えるかどうかわからないんですけど、私の経験を皆さんにシェアしたいと思います。はい。参考にしていただければ嬉しいです。うん。私がね、留学していたのは、カナダのバンクーバーなんですけど、もう8年前とか、そのぐらい。8年前、7年前ぐらいなんですよね。私が大学4年生の時に、カナダのバンクーバーに、半年間、6ヶ月留学していたんですよね。で、ちょうどね、私がカナダに行ったのも、今この時期ですね。3月1日からカナダに行ってた気がします、確か。今ちょうど多分授業とかを一生懸命受けてて友達を作ってた時期ですね。7年、8年前くらい。うん。私はですね、6ヶ月滞在したんですけど、一番最初の1ヶ月は、ホームステイでした。ホームステイ。もしかしたら日本でホームステイするよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、ホームステイはマジで当たり外れがある。本当にあると思う。日本のホームステイについて私はあんまり詳しくないんですけど、海外のホームステイはマジで当たり外れあるんですよね。私のホームステイ先はいいところでした。結構いいところだったと思う。バンクーバーの中心から、バスで20分ぐらいのところで、もう住宅街で、多分30代ぐらいの夫婦で、多分5歳とか5歳と8歳とかの子供が、男の子2人がいて、4ヶ月の猫ちゃんがいたの。4ヶ月の猫ちゃん。超可愛い。名前も覚えてる。ジンジャーっていう猫ちゃんだったんだけど、くっそ可愛くて、マジで。汚い言葉使いますけど、くっそ可愛い猫がいたんだよね。で、なんで言った、でも、そんなにいいところだったのになんで1ヶ月で辞めたかというとですね、やっぱりね、知らない人の家で生活する、しかも言葉も通じないっていうのはすっごい気を使ってね、生活がうまくできなかったんですよね。本当にいい人たちだったんですけど。うん。でね、語学学校に入ったらわかると思うんですけど、やっぱりみんな遊びに行くんですよ。夜とか、土日とかね。なので、中心地に近いところに住んでた方が遊びに行きやすい。そう、友達もできやすい。うん。ちょっと中心から離れてると、もう帰る時間を気にしたりとか、なんか、うまく遊べない人が多いと思うので、そういう理由で引っ越しました。あとはね、ご飯だね。私はすごくご飯を気を使うタイプなので、そのホームステイって大体ご飯とか全部込みで、まあ、料金が出るんだけど、安いんだよね。普通に一人で暮らすよりは。うん。なんだけどやっぱご飯が合う合わないとかあったりし
で、そう、夜ご飯いるいらないをいつも報告するのめんどくさかったりとか、うん。まあ、あとはね、その子供が2人いたんだけど、すごいいい子たちだったんだけど、めっちゃ喧嘩すんの。男の子2人だったから、しかも5歳と8歳とかだったから、超喧嘩してて、めっちゃ泣き声とかが朝早くとか夜遅くに聞こえてたり、なんか朝6時とかに爆音でなんか音楽かけてたりしてちょっと眠れませんみたいなこともあったんだよね。なんかそういうやっぱこうホームステイはなんかちっちゃなまあ問題がやっぱりある。そのお風呂使う時間が20分だけだったとかそういうなんかルールとかもあるから、それで苦しい人はホームステイは向いてないです。で、ホームステイをビジネスとしてやってる人は結構最悪なパターンが多い。私の友達とかなんか腐った人参だけがご飯だったみたいな友達とかいて、なんか腐った人参とキャベツ、なんか腐ったキャベツが夕ご飯で出てきたとか、そうビジネス目的でホームステイを受け入れてるところね。うん。とか、なんかお金盗んだだろうとか、なんかよくわかんないこと言われたりとか、そういうトラブルは私は何回も聞いたことありますね。うん。すごい怒られるとか、ルールが超厳しいみたいな人とかね。うん。なので、なんかホームステイする方いると思うんですけど、嫌だなと思ったらすぐに変えた方がいいと思います。うん。ストレスは一番良くない。あと、安いからといって我慢しない方がいい。時間がもったいないのでね。うん。ということで私は1ヶ月間ホームステイして、残りの5ヶ月間はシェアハウスで生活しました。はい。そのシェアハウスで生活し始めてからかなり友達とやっぱり遊ぶようになったり、アルバイトとかも始めて、結構まあ充実した生活をするようになったので、私はシェアハウスおすすめです。はい。で、寮とかでも、なんていうの、スチューデントハウスって言われる、まあ、学生寮ですよね。学生寮で生活する方もいらっしゃると思うんですけど、寮はめちゃくちゃ楽しそうだった。うん、私寮じゃなかったんだけど。まあ、でも寮の一番の問題は、まあ、やっぱりトラブルだよね。うん。まあ、みんな同じ学校だから、同じ学校のクラスメイトと一緒の部屋とかになったりすると、やっぱトラブルがね、かなりあったっぽい。そう。私の友達、そのカナダで一緒に生活っていうか、まあ、クラスメイトの友達が言ってたのは、同じ部屋のルームメイトが、夜中の3時までオンラインゲーム、リーグオブレジェンズをずっとやってて、うるさすぎて寝れなかったとか、あと、夜中まで、なんか恋人と携帯で電話してて、マジうるさくて、なんか喧嘩になったとか、そういうやっぱちょっと、まあいろんな国の人が来ますから、いろんななんかこう、価値観と性格があるので、トラブルは生まれやすいかもしれない。うん。そう。一人部屋が一番いいよね、やっぱり。って思います。はい。でね、まあ私からのアドバイスというか、まあ、私がこれをやってよかったなと思うのは、誘われたら、誰かに何々しないとか、ご飯に行かないとか、これからカフェに行かないって言われたら、最初の1ヶ月は絶対に断らないことですね。どんなにめんどくさくても、どんなに家に帰りたくても、断らない方がいい。うん。そうすると、いろんな友達と遊びに行って、いろんな人に出会って、いろんな情報を聞いて、どんどんこう、広くなります、世界が。で、そのうちに自分と会う人を見つけて、その人たちと一緒に行動するようになるので、最初はもう、眠くても疲れててもあまりノーと言わずにお酒を飲みに行ったりとか、そう、自分の活動範囲を広げてくださいね。うん。そう、私それをして結構友達ができたし、本当に気の合う友達と出会うことができて、楽しかったですよ。うん。で、あともう一つはですね、よくあるんですけど、まあ、これはね、ちょっとね、まあ、賛否両論というか人それぞれの意見があると思うんですけど、よくあるのが、留学したからやっぱ日本人と友達になりたいとか、その同じ国の出身のやつとは喋らないっていう人結構あるんですよ。まあ日本人だったら日本人と喋りたくないって言って一切日本人と関係を持たない人とかいるんですよね。うん。
でも私はそれはあんまりおすすめしないです。っていうのはですね、やっぱりね、不安になることがあると、同じ国出身の人がいると、話し相手がいるだけで気が楽になります。あとは、いろんな情報を教えてくれるんだよ。困った時に助けてくれるのはやっぱ同じ国の同じ言語の人間なんですよ。そう。とか、結構そういう人と仲良くなっておくと、その人の友達と出会えたりするので、その人とずっと一緒にいると、日本語しか喋らないとか、同じ言語しか喋らないことになるけど、その友達と友達とかと遊ぶようになると、かなりその活動範囲が広がりますので、時には同じ国の人間と関係を持つことはいいことだと思います。そう。とにかくね、やっぱ活動範囲を広げることがやっぱ留学では大切なんじゃないかなと思います。友達作りね。うん。そう。と思う。日本人の友達を作りたいっていう方は、やっぱりそういうなんかサークルとかに参加したり、なんか活動、なんか外国人の人と遊びたいっていう人たちもいっぱいいるからね。うん。とか、今はアプリもありますので、アプリでお友達、恋人を探して、自分の活動の幅を広げていくのがおすすめかなと思います。はい。皆さんいろんな不安があると思いますけど、最初の1ヶ月頑張りましょう。うん。1ヶ月は本当に寂しかったり、大変なことがあって、もう嫌だって、もう自分の日本語力も高くないし、もう嫌だってなるかもしれないんですけど、少しずつ楽しくなっていくと思いますし、うん。遊んだもの勝ちだと思います、留学は。勉強ももちろんなんですけど、遊ぶことをすごく楽しんだ方がいいかなと思います。旅行とかね、友達と一緒におしゃべりしたり、土日どっか行ったりとか。うん。頑張って。何かね、質問とかあればぜひ私の YouTube の方にコメントお待ちしておりますので、はい。皆さん、日本生活楽しんでくださいね。はい。そんな感じで、今日は私の留学経験についてでした。はい、今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。あと、Patreon、こちらのメンバーも募集しております。はい。Patreon では、私のボーナスコンテンツボーナスコンテンツで、お休みポッドキャストとか、私のブログが読めたりとか、今回のエピソードで出てきた新しい、言葉とか表現の意味も説明しておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい。あと、シャドーイングコースと私の会話レッスンの新しい生徒を募集しております。会話練習ね、30分になるんですけど、興味ある方はぜひ予約お待ちしております。いつでも OK です。はい。そんな感じで、最近は何してるかな。前回ね紹介した美しい彼というドラマ、引き続きハマってるというか、美しい彼に出てた俳優にハマってます。俳優なんかね、八木勇征君っていうんだけど、俳優っていうか歌手っていうか、エグザイルグループのファンタスティックスっていうグループのボーカルなんだけど、ちょっと何言ってんのはるかさんって感じだと思うんですけど、とりあえずなんか歌手グループの一人が俳優として出てたんだよね。その八木勇征君はイケメンすぎて、もう大変大事件が起きてる。気づいたら YouTube とかで検索してる。で気づいたらなんかミュージックビデオを何度も見てたりとか、なんかインスタの写真とか、なんかネットに出てる写真とか見て、へーっていう気持ちになってる。やばいね。やばいね。イケメンにハマるのはね、やばい。本当に良くない。皆さんなんかハマってるイケメンとか、なんか可愛い子とかいますかね。目の保養だよね。目にとっても目の栄養って感じ。イケメンと可愛い子を見るのは。はい、そんな感じで、はい。今回もはるかさんはなんかそんな感じの生活です。はい。ということで、
また次回。さようなら。